黒いっすね、めっちゃ。どうもラーメンロタスのゲイシーです。今回は厨房潜入シリーズで遠州森町のラーメン屋金次郎に密着取材します。ラーメン職人の朝の仕込みと営業風景を公開します。ではどうぞ。はい。たまに一応売ってるんですけど、売ってるんですか？いいよ置いといてっていう、いいよって言ってくれて。それ今日の営業用のスープですか？まあこれは下も使える。これってもうこしてある？こしてあるです。あ、なるほど。営業中はこしてある。じゃあなんか最後に減ってきたら移し替えるんですか？ちっちゃいのに。ちっちゃいの。まあなるべく火入れたくないんで、これは昨日の兄貴のあ、なるほど。あ、営業中はこっちの小寸像で日によって違うんですけど、んこっちのまま置く時もあれば。やる時もあれば。あ、なるほどなるほど。これガーデンラーメン。これは味噌ラーメン。あ味噌ラーメンポカポカ味噌で使うレンコン。レンコン時期だし、穴可愛いし、覗ける感じ、ちくわみたいな。冬毎回やってるんですか？味噌限定で。これ初めて。あ、今年初めて。味噌だれとかは教えてもらったと。自分で。なんか味噌去年違うイベントでやって、うん今回は黒豆、はい森町の麹屋さんのはい黒豆の味噌を使った、味噌だれどれですか？味噌だれとか味噌を本当にこれと合わせてあーシンプルに。あとはなるほど肉味噌。そういう作り方なんですね。味噌だれがあるんじゃなくて、味噌と醤油だれを混ぜて。あ、なるほどね。去年は味噌だれ作ったの、ちゃんとしたやつ、うんでも今回は味噌をベースに返しで調合してなるほど合わせたやつ。そういう作り方もあるのか。正解は分からない、うんあれですけど、去年といいっすね。自家製の甜麺醤。あ、自家製甜麺醤。甜麺醤も手作り。へえ。すごい。合わせるでうん手作って、あとはエリンギとかナスとか大根とかニンジンとキュウリといろんな野菜入れて、ちょっとずつあれ火入れて味噌を作って、山椒とかちょっと串味入れて、それがちょっと味噌とこねてレンコンあやりながら試行錯誤しながらやって、でテスさんにどうすかねって言われて、こんな感じですよね。これ使いたい、レンコン穴取りたいからそれ作ったりとかそんな感じでしか生きてて、だからまあこの食材使いたいとか、だから足運ぶとか、そんな感じです。これ何ですか？これ餃子の皮。あ、餃子の皮。餃子の麺と同じ粉で配合だけちょっと違う。北海道の小麦2種類で。餃子の具材も作ってるんですか？そうです。具材もはい皮から全部。米屋さんにアドバイスもらって、この今使ってる粉でこれって準強力とかどっちに近いですかって聞いて、はい。でやって合わせてたらうまくできた。手間っちゃ手間ですけど、はい思いが乗るっちゃう、丸くどうやって切るんですか？マジで原始的っす。ゼロくらい。ああ、それでね、型を取って。叩きへえ。型の大きさも何回かやって、最初僕パスタマシンで餃子を作って、でも効率悪いんでパスタマシンで製麺機テストでやってもらって。魂エグかったね。僕オーストラリアに出店しに行った時に、はいパスタマシンで麺ずっと手作りしててマジでやる。でもそのおかげで餃子の皮も今日餃子をお出しするやつはもうできてるんですか？もう冷凍しちゃって、あ、もう巻いて。餃子どこで焼くんですか？そこですか？今チャーシューあ、そこで焼いてるんですね。フライパンで。マジで初日の日、三輪さん最初丸い鉄鍋の餃子のやつ買ってやったんですけど、3回連続で焦がして、あ無理あ。フライパンがいいですか？でチャーハンも初日やったんですよ。えチャーハン午後作れないのって作れないですよとか言ってマジパンクした。200名様来たんですよ。チャーハンはもう今はやってない。夜メニューがあるんですけあ、夜メニューで。
でやってるんですね。でも今自分で作るチャーハンっていうか鉄板チャーハンって半分お客さんが混ぜながらあまあ、あとは常連さんとかにはフリースタイルでなんかこう作ってなんかやってます。夜やってる日って金土日なんか最初1年はここ、はい昼夜やったんですよ、はい平日マジ人夜来なくてああそうなんですね。で僕辞めて週末だけにしますってあそういうあれだった。実家はもうなんかラーメン居酒屋みたいな感じで、うん夜めっちゃ常連さんが飲んでうんうん。ガチャガチャ実家がなんていう実家ワンタン軒っていうラーメンワンタン県。まんじゅう屋もやってるんですけどへえ。お菓子屋さん、まあ、飲食で生まれてちっちゃい頃から入ったらお客さんがいるあなんていうの感じで日常にこうお客さんがいるんだってそういう家だったんですね。そうだからお客さん好きっていう、うん。まあ、あとはサッカーあサッカーやってたんですねずっと。サッカーやってました。じゃあうちの息子と一緒ですね。えうちの息子もあサッカーやってるんですかはい。いいっすこれ何枚ぐらい取れるんですか。これで80枚ぐらい、まあ、量に合わせてそうそうやるパンに合わせてあんもう作ってあるんですか。パンは仕込んでるあもう仕込んである。と宝探しみたいなロースもう抜く時間ですか。あロースだけですけどロースだけバラはまだいつもこうやって見て火入ってるかはい。スープで20分煮てタレで20分ぐらい大きさによって全然違う、はいはい40分とかなんですね。だから本当に触って互角にあれしてって感じです。ですね。すごい。2日ぐらい置いてお客さんに。なるほど。麺麺です自家製。まあ、麺も個人的には1日ぐらい置いた方が好きなので、当日作った麺っていうよりは、はい。じゃあこれ昨日作ったやつ。とかちょっと経った方がうん。でもそんな持たないのでうん。欲しい分の量だけ作って添加物とか入れてないってこと。うん。麺は一種類ですか。で今味噌はもうちょい細いやつあとはメニューに合わせて味噌逆に細くなるんですね。去年のは縮れ太いのにして、あはい今回はこの味噌に合わせて、うんなんていうの優しいがテーマなので、うんうんそれで細めにして、うんなんかあんまない感じにしちゃって。ソテーしてうん。逃げてさすがに味噌は入ってソテーしながらやりたいですけどね。おはようございますメイさんお願いしますあ、おはようございます。さっき言ってなかったですけどラーメンロタスさんっていう清水町清水町です。三島の方っていうかあっちの方でラーメン屋さんやられてる方が撮影しに来てくれて、メグさんの意気込みとかも撮るんででもいるけどいいっしょすいません。いいっしょってはいお願いしますカットしていくときにハラミ出たやつ。あ、これかハラミって言うんですね。これ下駄なんですけどへえ。それを使って自家製の焼肉のタレうんうんうん。で炒めて提供している、それがハラミ丼。そうですチャーシュー丼と違うんですね。そうです豚丼はロースを西京味噌でつけてうん。豚丼。あ、これね。そうですうわ、すごく、やっぱ黒いですね、めっちゃ。そうですね、すごい。継ぎ足しでうんうんうん。はい濃くなる、はい。餃子の皮ですか。ここからあれであ、やるんですね、型で。そうですねこれなんですか。これね打ち粉で片栗粉あ片栗粉はいいやこれくっついちゃうさっきのこねてたやつがこうなってるんですね。そうですね今すごい。ちょっとずつ、これがそうですはいすごいな。伸ばすんです。伸ばしてこれで塗っとりたいですねあとはアナログにこれでひたすら抜いていくとあ、なるほど。あ、できた。今何確認したんですか。厚さとあ、厚み？柔らかさとああ、そういう感覚で。そうなんとなく毎回天気とか気温とか水分量で変わってくるんで、はい。なんとなく感覚で覚えてくる厚みって何で変わるんですか。この製麺機のこのダイヤルで
ローラーのこの間というか、はい、あ、このそうそうダイヤルで。そう、そこでダイヤルでは何回かに分けて徐々に徐々にい。薄くしていく感じ。何回かこの圧かけるんですか。そうですね、はい。これ何回ぐらいやったんですか。これは123 3回パターンのはい厚みで56回。製麺も一緒で、あ、一緒なんです。麺はある程度回数決まってるんですけど、はい。餃子の皮なんて割と決まった回数でいかなくて、あ、そうなんですね。薄い分だと、はい。この切れ端みたいなのどうするんですか。これもう一回丸めて、あもう一回通してこの器まで持ってきてっていう。あ、また作れるんですね。そうです。はい。じゃあ常に無駄はない。そうですね。もうほんと最後の最後の端ぐらいになってくると、折りたたむ回数多い分硬くなっちゃう、コシが出るというか。いやー、すごい手間かかりますね。その分やっぱ全然市販の側と違うんで。違いますか。はい。皮から作ってるはい。全然うち仕入れても。皮を仕入れて。皮を仕入れても。今あれですか。習ってるんですか。習ってるんです3回目ぐらいですかね。3回目ですか。はいいや、本当だ、すごいできてますね。ひたすら繰り返しです。これのはい。来た道をもう。12時かで、気をつけて。はい1回。そこで何回か。粉はその時ムラが出ないようにさっきの混ぜたやつ。そうかも。削れてるとこがさっきのやつ。そうです。粉はまだいい。まだいい。なるべくこれぐらいの幅を狙って。それが難しい。これね、細長くなっちゃう。そうなんですね。この数字は厚さですか。そうなんです。あ、厚さをどんどん薄くしていくってことですか。 7はもう伸ばすだけ。感じですね。5通せばこれぐらいになって1回7やって次5ぐらいで。12と7と5で3回ずつですそうですね。大体粉振って5ミリってこととは違います5ミリではないと思うんですけど、この数字のあれがちょっとよくわかんないです。7ミリだったらもっとこんなんですそうですもんね。ミリではないってことですね。最後に打ち粉で、こんな感じで作ってるんですか。伸ばすのは苦じゃないです。これが一番これが大変。製麺所さんとかどうやってるんですか。機械があるんですかね。機械あるんじゃないですか。一気に抜けるやつ専用の機械。はい 4.5 でいっちゃいます。あ、そっか。今日は 4.5 でその箸で2回目 4.25 ぐらいかいい感じですね。でそれ2回通してもらって抜きます。 5より下ですか。4.5。今今日ちょっと違うんですね水分量少なめにしたのでだいぶいつもの薄さ出すにはちょっと狭めにして。ああ、そういうことなんですね。そうなるほどなるほど。戻っちゃうという。はいはい。 OK ちょうどいいですね。意外と。麺を作る時も同じような感じって言ってました。違います。はい厚さが違うだけでやることは、は一緒ですか。そうだんだん凝ってってはいはいはい。薄くしてって和歌を使ってるんですね。これうちの煮干しラーメンの麺もこれです。和歌この粉です。 100和歌100です。そうですね。この粉って何が入ってるんですか。小麦粉に。和歌と、はい塩しか入れてない。あ、塩。塩と水ですか。はい、あ、それだけそうなんですね。はい粉に対して水が何パーとかあるんですか。パーセントというかもう、はい 500g の粉に対してははい200から250ないだとか、もうなんとなくそれくらいであその日の気温でああ、ちょっとなるほ多くしたりど。はい。麺は何が入ってるんですか。粉に。関西寒水と水ですか。水だけあ、そうなんですね。混ぜ合わせるぐらい。これ誰ですか。松田聖子ですか。うわ、すごい真っ黒。あれはちゃんと火入ってるとプルプルになってる。うまそう。こ
程よくなんか焦げ味っていうか、そういうのがなんか良さそうですね。なんかこれ何時間煮たやつですか？これ1時間半ぐらいですかね。 1時間厚さによって多少やっぱ入れ替わるので、そしたらもうちょい入れてほしい。ここめっちゃ肉のうまみですね。何年間もかけてすごい。庭師さんの格好ですか？いやとはまた違う。ですそうなんですね。最初イベントで来たんですけど、はいこれ着ちゃえと。カバン。あ、遠いですけそうなんですね。基本短パンですか？ど、夏は夏じゃないけどね、冬だけど。あ、ここまで。あー、すごい。いいっすね。めっちゃいいとこですね。じゃあ頑張りましょう。お願いします。いらっしゃいませ、こんにちは。どうぞ。お好きな席どうぞ。どうぞ。大丈夫です。どこでも大丈夫です。どうぞ。こちらです。はい。はい、お願いします。はいよ。塩茶です。ありがとうございます。温めるんです。ちょうどここで器も温まるし。スープ入れて温めるですね。初めて見た。もしあればお客さんに OK ですって。お願いします。はいよ、いらっしゃいませ、こんにちは。どうぞ。こんにちは。どうぞ。はいよ、シナ茶、塩茶いきます。はい、お願いします。あと1分で目上がります。はい、お願いします。これ大体止まりが見える。それで車来たかどうか分かる。全部が全部見てないです。はい、ザラーメン2つです。ありがとうございます。シナ茶、塩茶上がります。はい、お願いします。お願いします。いらっしゃいませ、こんにちは。どうぞ。どうぞ。お好きなお席どうぞ。知名さんです。いらっしゃいませ。知名さん、2番さんのラーメンでシナ茶から。シナチャーシュー。はい、お願いします。熱いんで気をつけてください。いってらっしゃい。はい。ごゆっくりどうぞ。シナチャーシュー。はい、いってらっしゃい。左2番さん決まりかな。はい。お願いします。はい、お伺いいたします。はい。はいよ。ありがとうございます。ラーメンに行きます。はいよ。はいよ、ザラメに行きます。お願いします。お願いします。ザラメバター入るんで、今仕込んであげて、自家製バター。どうぞ。
はい、ザラーメン2上がります。お願いします。お願いします。これサンバさんのラーメンね。お願いします。いらっしゃい。金田一行きます。お願いします。ごゆっくりどうぞ。何で行きまお願いします。金田一行きます。お願いします。あ、40秒で麺上がります。お願いします。す。花火上がりまお願いします。いらっしゃい。お願いします。はい、金台上がります。お願いします。金次郎おまりです。これ出て4番さん決まりかな。はい、セサミ振って OK です。いらっしゃい。お願いします。はいよ。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。品そばとザラーメンの違いってそうザラーメンちょっと塩だれ入ってて、昔のイメージ的には中華そば。塩だれと醤油だれを合わせてる。そうで生姜おろした生姜。ザラーメンは生姜を入れてるんだ。そうです。これでちょっと白湯にしてるんですね。さっきの金次郎ラーメン。あ、そう。豚骨。豚骨のエキスがあるんですか。そうです。スープを先に丼に入れてもう合わせて温めるじゃないですか。それで修行先っていうかそういう方。あ、そうなんですね。へえ。でもそのままやってもいいんですけど、なんか熱々のでいきます。お客さんお帰りです。ありがとうございます。ここでチャーシュー温めてるんです。すごい湯煎で。いいっすねこれね。またよろしくお願いいたします。いってらっしゃい。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。塩の塩が多い。なるほど。この作り方は本当に初めて見ました。マジですか。は一回温めるやつ。い。はい。合わせてあ、そうです。何個も入っても均等にされるんで逆に。はい、ラーメンいきます。結構お湯これ途中足しますか。全然足す。あ、足す。肉のタレもあまり醤油。だから濃いですよね。これですか。焼肉。あ、これね。すごい。ニンニクも。50秒でね上がります。お願いします。ありがとうございます。ザラミチ上がります。ありがとうございます。はい、お願いします。あ、すみません。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。に行きます。お願いします。しなしなちゃんに行きます。お願いします。
様を見逃さないようにもう入り口をずっと見てる。来た時気持ちよく大体挨拶とかなるべくこうルックアップするように時代で今変えられてくる挨拶最初のコミュニケーションで、それとなんか気持ちよく開けたらお客さんです。はいよ。いらっしゃいませ、こんにちは。どうぞ。お、こんにちは。元気ですか？元気。どこでも大丈夫です。どうぞ。3名さんです。ああ、よし。見たしっかり見てる。懐かしいですね。チャレンジコンはいよ、しなちゃん、煮上がります。はい、お願いします。さあ、しなそばからお願いします。はい。ごゆっくりどうぞ。お熱いのでお気をつけください。はい、しなちゃうです。了解です。はい、いってらっしゃい。お願いします。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、品川で味噌いきます。お願いします。こんにちは。今朝のアメさんです。2名さん、お好きなお席どうぞ。どこでも大丈夫です。さあ、先味噌決めちゃいます。いってらっしゃい。さあ、少々お待ちください。接客が素晴らしいですね。いやいやなんか大事にしてることとか。そうですね。このひとときを楽しんでもらいたくて、お昼の一杯というか、誰かと来る一杯もいいし、お客さん、さっき父さん読書してる人もいれば、なんかそういうこのお昼のひととき、この来たひとときを楽しんでってもらうといいかなと。外自然豊かですし。はい、ジェイミスですね。今後ともお願いします。はい。調理もしながらじゃないですか。どんな頭なんですか。こっちはほぼ仕込みで決まるじゃないですか。だからちょっと余裕持って仕込み朝したいっていうのもあるんですけど、メインはお客さんがこうちょっと楽しいっていうか、気づかないちょうどいいサービスがいい接客だと思うから、ちょうどカゴ欲しいなっていうところにスッと出てくるとか、そういう、全部ができないですけど、気づかない心地よさを作るように、そういうのを全部見てるんですね。人形の位置とか、じゃあもうちょい椅子の配置とか、すみません、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。全体の細かいところを見てるってことです。そこしか見てないやりながらそうするしかなかった。主役は自分だし、この空間だってこの時間の、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。またお願いします。いってらっしゃい。ありがとうございます。またお願いします。なんか麺を取る時もこっち見るじゃないですか。もう習慣っていうか。ルックアップはルックアップ。周り見ながら、ある意味、僕ここからいろんなところ動くわけじゃない。絶対見える。はい、ここちょうどでもお客様ね見えていいですよね。来るこの作りが。お客さんです。メイさん入り口行けます？
入り口行きますお客さんすみませんそこはめちゃくちゃ意識しました車がその辺に見えるってことですか？泊まれ見えるじゃないですかはいよいらっしゃいませこんにちはどうぞ泊まれ見えるの分かります泊まりの看板。ああ、はいはいはい。あそこであ、はい、ありますね。はいあそこで車でゆっくり減速したりしあそこまで見てる。すごい。あそこまで見てんだ。へえ。で減速してあ、減速したら多分入る。曲がってきたら分かる、あとはこっち見て1台ですなるほど。こっちで素晴らしい。素晴らしい。調理はそこまで頭使わないでもできるってことですか？自然に。もう体が。まあでもさすがに気使ってるっすけど、うんうん。こんにちはどうぞお好きなお席どうぞはいよありがとうございますどこでも大丈夫ですカゴもお願いします気づいたらそうなってそうなってた。僕飲食店食べに行くの好きだったのでこういう感じになるこういう感じありがとうございました。今日は今日こんな感じで。あ、どうでもいいですよ。そうはい。はい